されどもシェフのジョージロです。今回はですね、魚の鱗焼きについて少し解説していきたいと思います。和食の、料亭さんとか行かれた方とかね、もしかしたら見たこと食べたことあるかもしれませんけど、松笠焼きとか松笠揚げって言われるものですね。でそれらはね、主に甘鯛でやるんですけど、今回は僕は金目鯛でやっていきたいと思います。甘鯛がねあれば甘鯛でやりたかったんですけど、なかったんですよね。ただ金目鯛でも美味しく鱗焼きはできると思いますし、実際に僕自身もレストランで提供してたことがあるので、問題ないかなと思って金目鯛にしました。まずは魚を掃除していくんですけど、鱗をね引くんじゃなくて、鱗の表面についてるぬめりを落とすような感じで包丁でこそぎました。でそのまま鱗を引かないでさばいていくので、まず内臓をね落としてきれいにしておきます。そしてこの肝の部分は料理に使う場合は丁寧に取り外した方がいいですね。根魚であったりヒラメ、マダラなどはね、肝を使った料理を楽しむことができますよね。内臓を外したら頭を切り落としていきます。関節のところはこのようにひねると簡単に取れるので覚えておくといいと思います。そしたら血合いのところは水で流して、その後はですね、まな板の上に持ってきてしっかりと水気を拭っておくのがいいと思います。そこから早速三枚におろしていくんですけど、鱗付きなんで刃がね、このきっかけを入れる刃が入りづらいんで、それだけちょっと気をつけておくといいです。少しねギコギコやらないと刃が入らない時もあります。骨がつながってる部分は包丁で断ち切らなくてもね、このようにハサミを使えば包丁の刃を傷ませずに処理することができます。骨抜きで骨を抜くときはこのようにボウルに水を張っておくと作業効率が上がるので、よかったらぜひ参考にしてみてください。そして魚を適当なサイズに切り分けていくんですけど、この時もやはり鱗が邪魔するので、最後のところはねこのように押し付けて少しザクザクやった方が結果的に綺麗に切れると思います。そして焼く前のポイントなんですけど、少しねコツがあって、このように親指を鱗の下に忍ばせるというか、鱗の下に親指を少し入れて事前に鱗を盛り上げておくんですよね。そんなに難しく考えなくていいんですけど、これをやると何て言うんですかね、油がこの隙間に入り込みやすいというか、結果的に熱が伝わって鱗がしっかりと起き上がるっていうようなイメージです。それプラス表面が乾燥しすぎてると鱗同士がひっついちゃってしっかりと起き上がらない原因になっちゃうんで、やる前は表面がね潤ってた方がいいです。そして身の方にもこのように鱗がついてることが、まず間違いなくあるので、しっかりと取り外した方がいいです。身の方についてると鱗が焼ききれないので。そしてオイルを引いて、まずは失敗しがちな方というか、僕がよくやってたミスの方をやりますね。このままフライパンに魚を置いて押し付けるんですけど、ポワレの基本で身が反り返ってくるのを防ぐための動作なんですね、これが。ただこれをやると今度は押し付けられた鱗がうまく起き上がらないっていう現象が起きちゃうんですね。
そして最初に起き上がらなかったらもうどう頑張っても鱗はちゃんとは起き上がらないので、本当に最初が肝心だと思います。一応こんな感じですね。まあ起き上がってなくはないんですけど、もうちょっとうまくできます。それでは気を使った焼き方をやっていきましょうか。まずは網を用意して、このように油をかけていきます。だいたい180度から200度ぐらいの油ですね。そうするとこのように鱗が起き上がってきます。ここである程度形を決めてあげるのがいいですね。実際の調理場でしたらサラマンダーっていう料理器具とかもあると思うので、その下で熱を加えて鱗を起こすっていうのもいいと思います。ある程度形が決まったらフライパンに置いて仕上げに入っていきます。この時のフライパンの温度も200度ぐらいの方がいいですね。もう鱗がしっかりと固まってるので、ひっくり返しても鱗がこう起き上がらないっていうことはないと思います。身が反ってきてしまってる分も計算して油の量を入れておくといいです。あまりにも油の量が少ないとこう熱が加わらない部分っていうのが出てくるので、はい、高温で焼き切っていくとこんな感じになりますね。9割ぐらい鱗皮目で火を入れるようなイメージです。身の方は最後にひっくり返して消毒程度でいいでしょう。じゃあまずは鱗を立ててない焼く時もね、こうちょっと反り返りを抑えるように焼いた方から食べます。普通に美味しい普通に美味しいまあ強いて言えば鱗を起こしてないから若干こう紙残し感を感じるというか、若干。はい、じゃあ次は焼く前に事前に鱗を指でね起こして、で焼く時も少し油をかけて、結構ね鱗に気を使った焼き方、こっちも食べてみようと思います。やっぱこう見た目からしてね、鱗がねかなりこうしっかりと立ってるんですよね。軽そう鱗が。こう食べた時のねサクサクの音、これ伝わってるか分かんないですけど、やっぱそれが全然違うかな。立てることによって鱗のこう中まで油がしっかりと入り込むようになってて、一つ一つの鱗がしっかりと焼き切れてるから、食感も軽い感じでクリスピーでこうおせんべいみたいな食感っていうのがすごくいいですね。もちろん最初の方もね美味しいんで、どっちがいいかっていうのはまあ好みでいいと思うんですけどね。ただこっちの方が鱗をより楽しめると、個人的には思います。このサクっていう感じがやっぱうまいうまし、これやな鱗焼きってやっぱ。はい、というわけで鱗焼きの解説動画でした。いかがでしたでしょうか。鱗焼きの良さっていうのは本来当たり前のように外してる鱗をいかに美味しく食べるかっていうところに魅力がね詰まっていると思います。実際に食べてみるとこんなにうまいのかっていうぐらい鱗ってね、食感のこうアクセントが最高なんですよね。アマダイ、キンメダイ、イトヨリとやれる魚は限られてるんですけどね、まだ食べたことないっていう人はぜひね食べてみてもらいたいですね。私は一足先に鱗焼きワールドでお待ちしてます。今回のやり方よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。